あなたは、ありのままの自分で、心地の良い人間関係を築けていますか？こんな経験はありませんか？断りたいのにノーと言えず、いやいや引き受けてしまう。相手の気持ちばかり気にして、自分の気持ちを押し殺してしまう。人間関係でストレスを感じる。もし、これらに当てはまるなら、あなたのバウンダリーが曖昧なのかもしれません。こんにちは、ビームのみちです。今日は、皆さんの人生をより豊かにする重要なテーマ、バウンダリー設定についてお話しします。バウンダリーって聞いたことありますか？翻訳すると、境界線です。でも、ここで話すバウンダリーは、私たちの心の中にある、目に見えない大切な境界線のことなんです。今日の動画では、このバウンダリー設定について詳しくお話ししていきます。バウンダリーを正しく設定することで、あなたの人間関係はもっと心地よいものになり、自分らしく生きることができるようになります。この動画を見終わった後、あなたは以下のことができるようになります。1、バウンダリーとは何か、そしてなぜ重要なのかを理解する。2、自分のバウンダリーを適切に設定する方法を学ぶ。3、実際の生活の中でバウンダリーを活用する方法を知る。4、バウンダリー設定を通じて、より良い人間関係を築く秘訣をつかむ。きっと、バウンダリー設定を知ることで、あなたの人生に大きな変化をもたらすはずです。準備はいいですか？それでは、まずバウンダリーの基本的な概念から見ていきましょう。セクション1、バウンダリーとは何か。バウンダリーとは、簡単に言えば、自分と他人との境界線のことです。これは目に見えるものではありませんが、私たちの心の中にある大切な線です。この線が、あなたと他人を区別し、あなたの個性や価値観を守ってくれるのです。でも、ちょっと待ってください。自分と他人を区別する？それって人間関係を壊すんじゃないの？なんて思った人もいるかもしれませんね。実は、そうではないんです。適切なバウンダリーを設定することは、むしろ健全な人間関係を築くための基礎となります。なぜなら、バウンダリーは以下のような役割を果たすからです。1、自己認識の強化。バウンダリーを設定することで、自分の価値観や欲求、限界をより明確に理解できます。これは私にとって大切。これは私の限界。といった自己認識が深まります。2、自己尊重の促進。自分の境界線を守ることは、自分自身を大切にすることにつながります。これは自尊心を高め、精神的な健康を保つ上で非常に重要です。3、他者尊重の実践。自分のバウンダリーを意識することで、他人のバウンダリーにも敏感になります。相手の境界線を尊重することは、互いを大切にする関係性の基盤となります。4、ストレス軽減。適切なバウンダリーがあれば、過度の要求や期待から自分を守ることができます。これにより、人間関係におけるストレスが大幅に軽減されます。5、責任の明確化。どこまでが自分の責任で、どこからが他人の責任かを明確にすることで、不必要な罪悪感や過度の期待を避けられます。バウンダリーには様々な種類があります。物理的バウンダリー。自分の身体や所有物に関するもの。感情的バウンダリー。自分の感情と他人の感情を区別すること。時間的バウンダリー。自分の時間の使い方に関するもの。精神的バウンダリー。自分の価値観や信念に関するもの。重要なのは、これらのバウンダリーは固定されたものではなく、状況や関係性によって柔軟に調整できるということです。親密な関係では、バウンダリーが緩くなり、職場などではより明確なバウンダリーが必要かもしれません。バウンダリーを適切に設定し、維持することは、自分らしく生きるための重要なスキルです。でも、具体的にどうすればいいの？という疑問が湧いてきたかもしれませんね。次のセクションで、詳しく解説していきます。セクション2、バウンダリー設定の重要性。ここから、なぜバウンダリー設定が重要なのか、もう少し掘り下げて考えてみましょう。バウンダリー設定の重要性は、主に以下の5つの点に集約されます。1、自己尊重の確立。バウンダリーを設定することは、自分自身を大切にするという意思表示です。自分の気持ちや価値観を尊重してほしい、というメッセージを周囲に伝えることができます。これは、健全な自尊心の形成につながります。例えば、友人から無理な頼み事をされたとき、ごめんね、今は手伝えないんだ、
と断ることができれば、それは自分の時間や能力の限界を尊重している証拠です。2、人間関係の質の向上。明確なバウンダリーは、お互いの期待値を適切に管理し、誤解を減らします。結果として、より健全で長続きする関係を築くことができます。3、ストレスとバーンアウトの予防。適切なバウンダリーがないと、他人の要求や期待に振り回され、疲弊してしまいます。バウンダリーを設定することで、自分のペースを保ち、心身の健康を守ることができます。例えば、常に周りの人の悩み相談に乗っていると、自分の時間がなくなってストレスが溜まります。今日は疲れているから、また今度ゆっくり話そう、と伝えることで、自分の心の健康を守ることができます。4、自己実現の促進。自分の価値観や目標に基づいてバウンダリーを設定することで、本当にやりたいことや大切にしたいことに時間とエネルギーを注ぐことができます。今年は資格取得に集中したいので、余暇の時間は勉強に充てます。というバウンダリーを設定することで、自己成長の機会を確保できます。5、責任の明確化。バウンダリーを設定することで、自分の責任範囲が明確になります。これにより、過度の責任感や罪悪感から解放され、より自由に行動できるようになります。例えば、チームプロジェクトで、私はこの部分を担当します、と明確にすることで、自分の役割に集中し、より良い成果を出すことができます。バウンダリー設定の重要性を理解したところで、ちょっと考えてみてください。あなたの生活の中で、バウンダリーが曖昧なために困っている場面はありませんか？それとも、バウンダリーをしっかり設定できている部分はどこでしょうか？バウンダリー設定は、決して他人を遠ざけるためのものではありません。むしろ、自分と他人を大切にするための重要なツールなのです。適切なバウンダリーがあることで、より深い人間関係を築くことができるのです。では、具体的にどうやってバウンダリーを設定すればいいのでしょうか。その方法について解説していきます。セクション3、バウンダリー設定の具体的方法。皆さん、ここまでバウンダリーについてお話ししてきましたが、でも、実際どうすればいいの？って思われていませんか？特に冒頭でお話しした、ノーって言えない、いやいや引き受けちゃう、という人は、たくさんいらっしゃると思います。実は私も昔、すごく悩んでいたんです。断ったら嫌われちゃうかも。相手が傷つくんじゃないかな。私が悪い人になっちゃうかも。そんな不安で、いつも無理して引き受けちゃっていました。でも、ここで大切な気づきを皆さんとシェアしたいんです。実は、ノーと言えないことって、相手のことを本当の意味で大切にできていないかもしれないんです。どういうこと？って思われましたよね。例えば、あなたが無理して引き受けることで、相手はあなたの本当の気持ちを知ることができません。その関係って少しずつ誠実さを失っていってしまうんです。そして何より、あなたの心の中にモヤモヤした気持ちが残りますよね。それって長い目で見ると関係性を歪ませていってしまうんです。じゃあ具体的にどうすればいいのって思いますよね。私がおすすめしたいのは、まずクッション言葉を使うことです。例えば、ありがとうございます。声をかけてくれて嬉しいです。って感謝の言葉から始めてみるんです。そうすると、相手も心を開いて、あなたの言葉を聞いてくれやすくなります。それから、理由を簡潔に伝えることも大切です。ここで気をつけてほしいのが、言い訳がましくならないようにすることです。今、別の案件に集中したい時期なので、体調管理に気をつけている時期で、このくらいのシンプルな説明で十分なんです。そして可能であれば、代替案を提示してみましょう。今回は難しいけど、来月なら協力できます。私の代わりに、〇〇さんが詳しいかもしれません。こんな風に、建設的な提案ができると、相手も前向きに受け止めてくれやすいんです。それから、もう一つ大きな悩みとして、自分の気持ちを押し殺してしまう、という人も多いと思います。これって、本当に辛いですよね。でも、押し殺した感情って、必ずどこかで形を変えて出てきてしまうんです。時には、予期せぬ形で、関係性を壊してしまうこともあります。だから、少しずつでいいので、自分の気持ちを認めていくことが大切なんです。ここで、私が実践している方法をシェアさせていただきたいと思います。まず、感情の正当性を認識することから始めてみましょう。
あなたが感じていることは全て正しいんです。こんなこと感じちゃダメ、なんて思わなくていいんです。それから段階的に表現していくことをお勧めします。最初は日記やメモに書き出してみる。それから信頼できる人に話してみる。そして少しずつ相手に伝えていく。この時、iMessage というとても素敵な方法があるんです。あなたはいつも、じゃなくて、私はこう感じています。それは違います。じゃなくて、私の考えを共有させてください。こんな風に、相手を責めるのではなく、自分の気持ちを丁寧に伝えていくんです。自分、愛を主体として、あるがままの自分を丁寧に伝えてみましょう。お互いを大切にするための誠実なコミュニケーションをしていきましょう。そして、これが一番大切なことなんですが、あなたの気持ちは、相手の気持ちと同じくらい大切なものなんです。だから、あなたの気持ちを、あなたが否定することなく、押し殺すことなく、大切にしてくださいね。でも、こういったコミュニケーションって、すぐにはうまくいかないかもしれません。それって、全然問題ないんです。むしろ、少しずつ練習していって、自分なりのペースで身につけていけばいいんです。例えば、まず自分の内面をよく観察することから始めてみましょう。毎日、ほんの少しでいいので、その日の出来事や感情を振り返る時間を作ってみる。これは心地よいな。これは少し苦手だな。そんな風に、自分の感覚に耳を傾けてみるんです。それから、自分の価値観を少しずつ明確にしていきましょう。私にとって何が大切なんだろうって考えてみるんです。人生で最も大切にしたいことを書き出してみたり、理想の一日をイメージしてみたり、そうやって自分が本当にイエスと言いたいことが見えてくると、ノーと言うべき時もわかりやすくなってくるんです。そして、これも大切なんですが、一度決めたバウンダリーはできるだけ維持するように心がけましょう。時には柔軟に対応することも大切です。カレンダーやメモを使って可視化してみたり、定期的に自分の状態をチェックしてみたり。でも、完璧を目指す必要はないんです。先日、相談してこられた方は、イライラするとき、自分自身を責めてしまうことがある、とおっしゃっていました。あなたも思い当たることがありますか？だとしたら、その方に送った言葉をここでシェアさせてください。あなたは、あなたの一番の味方でいてあげてください。頑張っている自分も、イライラしている自分も、たまには手を抜いてしまう自分さえ、すべて認めてあげてください。あなたは、あなたの一番の理解者でいてあげてくださいね。この言葉を、ぜひ心に留めておいてください。あなたらしい、心地よい関係性を築くための第一歩を、今日から始めてみませんか？小さな成功があったら、自分をちゃんと褒めてあげてくださいね。バウンダリー設定って、一朝一夕には身につかないスキルです。でも、一歩一歩着実に進んでいけば、必ず変化は訪れます。次は、このバウンダリー設定を実際の場面でどう活用していくのか、具体的な例を見ていきましょう。セクション4、バウンダリー設定の実践例。では、実際の生活の中で、どのように適用すればいいのでしょう。日常的によくある場面でのバウンダリー設定の実践例を紹介します。1、友人関係での実践例。友人が頻繁に深夜にまで電話をかけてくる場合。バウンダリー設定前。眠たいのに、大丈夫だよ、話して。バウンダリー設定後。君の話は大切だと思うけど、深夜の電話は睡眠リズムを崩してしまうから、よければ、週末のお昼にゆっくり話そうか。それとも、緊急なら今話せるけど、15分くらいにしたいな。友人の気持ちを尊重しつつ、自分のニーズも伝えています。具体的な代替案を提示しています。緊急時の対応も示すことで、柔軟性を持たせています。2、家族関係での実践例。両親が頻繁に予告なしに訪問してくる場合。バウンダリー設定前。来信では困っているのに。いらっしゃい、どうぞ上がって。バウンダリー設定後。お父さん、お母さん、突然の訪問は嬉しいけど、事前に知らせてもらえると助かるな。仕事や予定があることも多いから。例えば、3日前くらいに連絡してくれると、しっかり時間を作れるんだけど、それでどうかな。ポイント。感謝の気持ちを示しつつ、自分のニーズを明確に伝えています。具体的に、
3日前の連絡を提案しています。相手の意見を尊重する姿勢、それでどうかなを示しています。3、恋愛関係での実践例。パートナーが自分の SNS をチェックしたがる場合。バウンダリー設定前。嫌な気持ちを抑えて、いいよ、見ても。バウンダリー設定後。私たちの関係を大切に思っているからこそ、お互いのプライバシーも尊重したいんだ。代わりに、一緒に過ごす時間をもっと大切にしていきたいんだけど、どう思う？ポイント。関係性を大切に思う気持ちを示しつつ、自分の価値観を伝えています。プライバシーの重要性を説明しています。代替案。一緒に過ごす時間を増やす、を提案しています。これらの例を見て、皆さんはどう感じましたか？バウンダリー設定は、決して相手を拒絶することではありません。むしろ、お互いを尊重し合い、より健全な関係を築くためのコミュニケーションなのです。実践する際に大切なのは、次の3点です。1、相手の気持ちにも配慮しつつ、自分の気持ちや考えを誠実に伝える。2、具体的かつ建設的な提案をする。3、柔軟性を持ち、必要に応じて調整する。バウンダリー設定は一朝一夕にはいきません。試行錯誤を重ねながら、自分に合ったやり方を見つけていくプロセスです。失敗を恐れず、少しずつ実践していきましょう。さて、ここまでバウンダリー設定の具体的な方法と実践例を見てきました。次のセクションでは、バウンダリー設定による心地よい人間関係の作り方について考えていきましょう。セクション5、バウンダリー設定による心地よい人間関係の作り方。バウンダリーを理解し、適切に設定することは、心地よい人間関係を築くための土台です。このセクションでは、心地よい人間関係を構築するために、これらの知識をどのように活かしていくのか、具体的なポイントをお伝えします。自分の感情に正直でいること。バウンダリーを設定するためには、まず自分の感情に正直になることが大切です。自分が何を感じ、何を求めているのかを理解することで、他人との関係においても自分の立場をしっかりと持つことができます。感情日記をつけて、自分の気持ちを整理する。直感を信じ、自分の気持ちに耳を傾ける。他者のバウンダリーを尊重する。自分のバウンダリーを設定することと同様に、他者のバウンダリーを尊重することも重要です。相手の立場や意見を理解し、受け入れることで、信頼関係を築くことができます。相手の話をよく聞き、理解を示す。お互いの価値観を尊重し合う。コミュニケーションを大切にする。心地よい人間関係を築くためには、コミュニケーションが不可欠です。自分の思いをしっかりと伝え、相手の意見にも耳を傾けることで、誤解や衝突を避けることができます。私はこう感じています。と、自分の気持ちを明確に伝える。非言語コミュニケーション、ジェスチャーや表情にも注意を払う。柔軟性を持つ。バウンダリーは状況に応じて調整が必要です。柔軟に対応することで、他者との関係を良好に保つことができます。時にはバウンダリーを緩め、時には強化することが求められます。状況に応じて、自分の対応を見直す。相手の意見を受け入れる心の余裕を持つ。共通の目標を見つける。共通の目標や興味を見つけることで、より深い絆を築くことができます。お互いの価値観を共有し、一緒に成長することができれば、関係性はより強固なものとなります。趣味や興味を共有し、一緒に楽しむ。お互いの成長をサポートし合う。自分らしさを大切にしつつ人間関係を築く。心地よい人間関係を築くためには、何よりも自分らしさを大切にすることが重要です。自分の価値観や感情を尊重しつつ、他者と関わり合うことで、より豊かで満たされた関係を築くことができます。ここまで見てきたように、バウンダリー設定は自分らしく生きるための鍵となる重要なスキルです。最初は難しいかもしれませんが、小さな一歩を踏み出すことで大きな変化が生まれます。バウンダリー設定を活用することで、自分自身を守りながら、他者との関係をより良いものにしていきましょう。自分の人生を豊かにするために、皆さんも今日学んだことを日々の生活に取り入れてみてください。自分の価値観や感情に耳を傾け、バウンダリーをしっかりと設定することで、より豊かで心地よい人間関係を築いていけることでしょう。そして、バウンダリーを設定することで、あなた自身の目標や夢に集中し、自己実現を促進することができます。大切なのは、完璧を目指すのではなく、少しずつ自分に合ったやり方を見つけていくことです。最後にもう一度、
私からお送りするあなたへのメッセージです。あなたは、あなたの一番の味方でいてあげてください。頑張っている自分も、イライラしている自分も、たまには手を抜いてしまう自分さえ、すべて認めてあげてください。あなたは、あなたの一番の理解者でいてあげてくださいね。私も応援しています。これで今日の動画は終わりになります。最後までご覧いただき、ありがとうございました。皆さんがバウンダリー設定で、自分を大切にしながら、周囲の人々と素晴らしい関係を築いていかれることをお祈りしています。ぜひ、チャンネル登録と高評価、通知ボタンをオンにして、応援お願いします。また次回の動画でお会いいたしましょう。あなたの人生が、ますます素敵なものになりますように。